えーっと、ある日突然、あなたの家のバスルームからシャンプーが消える。はい。あるいは、スーパーの棚からお肉や野菜を包んでいるラップが一切なくなる。そうですね。想像しづらいかもしれませんが。少し現実離れたシナリオに聞こえるかもしれませんが、今日私たちが掘り下げるのはまさにその現実なんですよね。はい、その通りです。地球の裏側で起きた地政学的な変化が、どうして私たちの日常生活、ひいては日本の製造業とか個人の資産を直撃してしまうのか、そのすごく室い構造を解剖していこうと思います。具体的には2026年の2月末に起きたホルムズ海峡の事実上の封鎖という出来事が起点になっています。はいはい。これが単なる遠い国のニュースではなくて、私たちの生活の基盤をいかに細い糸で吊るしているのかを、今回は資料のデータに基づいて紐解いていきます。よし、じゃあこれを紐解いていきましょでもその本題へ入る前に、一つだけクリアにしておきたいんですが、う。何でしょうか。今回の徹底解説は、特定の政治的立場を支持したりとか、特定の投資商品を売り込んだりするものでは全くありません。もちろんです。私たちはただ、提供された資料にある統計データと客観的な分析をそのままお伝えして、あなた自身が多角的に状況を判断するための思考の材料を提供することが目的です。はい。情報が溢れ返る中で、事実として何が起きているのかをフラットに見るための解説ですね。そういうことです。では、早速その事実の連鎖なりを見ていきましょう。2026年2月28日、イランがホルムズ海峡の事実上の封鎖を宣言しました。ペルシャ湾とオマーン湾をつなぐ幅わずか50キロの海峡ですね。はい。たった50キロなんですよね。でも、世界の原油輸送の約3割がここを通っているわけで。そうなんです。そして三菱 UFJ 銀行経済調査室のリアルタイムデータを見ると、その影響の凄さまさが一目でわかります。その数字、本当に衝撃的でした。はい。封鎖前、この海峡を通過するタンカーは、1日平均93.7隻だったんです。93隻ですね。しかし、3月末から4月初旬のピーク時には、これが1日平均わずか 8.4 隻にまで激減しています。8隻ですか。つまり10分の1以下ってことですよね。そうです。ここで重要なのは、これは単なる物流の遅延ではないということです。物理的な停止なんです。はい。保険の引き受け拒否とか物理的な攻撃リスクによって、船がそこに入ることを完全にやめてしまった状態を意味しています。なるほど。93隻が8隻になったら、それはもう完全に血水が止まっているのと同じですよね。でもなんかここで不思議に思うんです。ニュースを見ていると、政府は日本には8ヶ月分の石油備蓄があるからすぐに生活が立ち行かなくなることはないとアナウンスしていますよね。はい、よく聞くフレーズですね。だったら、数ヶ月くらい船が止まっても、国内の製造業は普通に動かせるはずじゃないですか。なぜ製造現場はあんなにパニックに陥っているんでしょうか。実は、その8ヶ月分の備蓄という数字こそが、事態の本質を見えなくしている最大の要因なんです。と言いますと、経済産業省がカウントしているのは、あくまで未加工の原油の量なんですよ。原油ですね。黒くてドロドロの。しかし、日本の産業の血液ともいえる石油化学プラントを動かすために必要なのは、原油そのままではありません。そこから生成されるナフサという物質なんです。つまり原油のままではプラスチックとか化学製品は作れないってことですか。その通りです。原油をナフサにするには、製油所の巨大な蒸留塔で熱を加えて、沸点の違いを利用して成分を分離させるという非常に大規模なプロセスが必要です。なるほど。じゃあ備蓄の原油をどんどん生成すればいいんじゃないですか。それがそう簡単にはいかないんです。プラントは中東産の特定の油種に合わせて最適化されているため、備蓄してある別の油種を急に投入しても、同じ効率でナフサを取り出すことはできません。なるほど。例えるなら、今すぐ飲める入れたてのコーヒーが必要なのに、倉庫には配線すらされていない生豆が山積みになっているから大丈夫と言われているようなものですよね。非常に的確な例えです。生豆があっても配線機が対応していなかったり止まったりすれば、今日のコーヒーは出せませんよね。はい、飲めません。蛇口をひねっても水が出ないのに、裏庭に泥水のプールがあるから大丈夫だと安心しているような状況ですよね。まさにそれです。そして、ここからが非常に興味深い現実なんですが、ではそのすぐに使えるコーヒー、つまりプラントに即投入できるナフサの実質的な国内在庫がどれくらいあるかご存知ですか？政府が8ヶ月分って言ってるくらいだから、少なくとも数ヶ月分はあるんですよね。いいえ、データによればわずか20日間です。20日ですか。
いやいや、ちょっと待ってください。8ヶ月と20日では文字通り桁が違いますよ。そうなんです。政治的な安心材料としての原油備蓄の数字と製造現場のリアルなナフサ在庫の間に決定的な乖離があるんです。20日しか持たないってことですよね。はい。有事においてこのズレを認識していないと、希望的観測のまま生産ラインが突然死を迎えることになります。うわぁ、それは怖いですね。実際20日はおろか、もっと早く限界は来ました。封鎖からわずか6日後の2026年3月6日、国内最大手の三菱ケミカルが早々に減産を表明したんです。実質的な限界はたった6日で来てしまったわけですね。これが限界の速さを証明しています。では、そのナフサが枯渇すると、具体的にリスナーのあなたの生活のどこにダメージが来るのか、プラスチック製品が作れなくなるのは想像がつきます。ええ。ペットボトルとか食品トレー、ラップ類、それに冒頭で触れたシャンプーの容器や、その中身の成分である界面活性剤もナフサ由来ですよね。はい。石油化学工業協会のデータによると、ナフサから生まれる製品の約6割がプラスチックで、残りが合成繊維や合成洗剤です。ふむふむ。つまり、食品流通を支えるパッケージが消滅して、ポリエステルなどの衣服も作れなくなります。プラスチックや服が高くなるのは、わかります。でも、資料を読んでいて私が一番ギョッとしたのは、これが農業にまで直結しているという部分なんですよ。はい、そこが盲点になりやすいところです。化学肥料の原料も止まるってことですよね。ちょっと待ってください。それは単なる産業のダメージじゃなくて、私たちの食糧危機に直結するということですか？ええ、その通りです。リスナーの皆さんも、まさかシャンプーが消える話から農業の崩壊につながるとは思わなかったはずです。これをより大きな全体像と結びつけて考えると、現代の農業そのものが機能不全になる構造が見えてきます。農業そのものがですか？はい。肥料だけではなく、すでに影響は価格に出ています。2026年5月下旬から日本サニパックが 30% の値上げ、クラレが 20% の値上げをすでに表明しています。つまり、生活必需品の値段が一気に跳ね上がっていると。ええ。ここで理解すべきは、これが単なる一時的なコストプッシュインフレではないということです。と言いますと？地政学的リスクが消費者の購買力を構造的に破壊し始めているんです。生活必需品の底値が永久に切り上がるフェーズに入ったと言えます。底値が永久に切り上がる。つまり、もう元の値段には戻らないってことですね。そういうことです。でもここで単純な疑問が湧くんですが、ホルムズ海峡がダメなら高くてもいいから、アメリカとか他の国から原油や材料を買えばいいんじゃないですか？そう思いますよね。はい。なぜ日本は身動きが取れなくなっているんでしょう？日本のサプライチェーンがいかに特定の地域に偏っているかを見ると、その理由がわかります。はい。現在、日本の最大原油供給国はサウジアラビアで、シェアは 39.8% です。原油の4割がサウジアラビアから。しかし、サウジアラビアへの依存はエネルギーだけではないんです。SABIC などのサウジ国営企業から、ポリエチレン、プロピレン、メタノール、アルミ、さらには化学肥料の原料も輸入しているんです。へえ、ここからが本当に面白いところなんですが、はい。卵を一つのカゴに盛るなという投資の鉄則がありますよね。リスクを分散させろと。ええ、有名な格言ですね。でも今の日本の状況って、エネルギーという卵をサウジアラビアというカゴに盛っただけでなく、なんと製品素材や食料の肥料というカゴそのものまで全部同じ相手から買っていたわけですよね。ここで一つ重要な疑問が浮かび上がってきます。なぜそんな危険な構造を放置してきたのかと。本当ですよ。エネルギー安全保障と食料安全保障が中東、しかもホルムズ海峡という同じ一点に重なっているんです。これが二重の脆弱性、デュアルスレッドバルネラビリティの恐ろしさです。二重の脆弱性ですか？大和総研の試算では、中東産原油の輸入がわずか 10% 減少するだけで、日本経済はマイナス成長に陥ります。10% 減るだけで。はい。しかし現在は 10% どころか、ほぼ停止状態です。逃げ場のない同時負荷が日本経済の基幹不能点をすでに超えつつあります。基幹不能点を超えつつある。いやー、絶望的な状況ですね。生活物資が全滅するリスクが見えてきました。はい、非常に厳しい現実です。でも、ただ状況を悲観していても意味がありません。資料の後半では、過去の歴史から得られる教訓と、今リスナーのあなたが取れる具体的な防衛策について書かれていますよね。こういう時こそ歴史の教訓に学ぶ必要があります。
例えばどんな事例ですか？ 1973年の第一次オイルショック時ですね。あの時、政府がトイレットペーパーは大丈夫だと喧伝した裏で、市場はパニックになりました。みんながお店に殺到した映像を見たことあります。はい。そしてその危機の前後で、金、ゴールドの価格は約3倍に跳ね上がったんです。3倍ですか？ここから資料が示す3つのアクションが見えてきます。まず1つ目は、エネルギーインフレに強い資産、例えば金などへのポートフォリオ転換です。なるほど。法定通貨の価値が溶けていく中での安全な避難場所ということですね。そうです。そして2つ目は、ナフサやプラスチックへの依存度を最小化する代替供給網の構築です。個人としても生活の中で脆弱な製品カテゴリーを把握しておくことが重要です。つまり、自分の生活の中で一番最初に破綻する部分はどこかを理解しておくってことですね。はい。そして3つ目は、独自の情報インテリジェンス機能の確保です。情報ですか？政府が発表する平均値というノイズを排除して、実態を見抜く視点を持つことです。よく言われますけど、嵐の最中に傘を買いに行くことはできないということですよね。まさにその通りです。多くの人はもう少し様子を見ようと思いがちですが、有事が起きてからのごとのアクションは意味がないと。情報型の時代において、クリティカルシンキング、つまり批判的思考を持ち、知っている側に立つこと自体が最大の資産防衛になるんです。知っている側に立つですね。はい。5000年の歴史が証明する金の価値の強さなども含め、複数の視点を持つことがこれからを生き抜く鍵になります。なるほど。ここまで本当にじっくりと事象の裏側を見てきました。はい。たった一つの海峡の封鎖と、ナフサの実質在庫がたった20日分しかないという事実。これが私たちのシャンプーから農業、そして資産価値にまでドミノ同士のようにつながっている構造がよくわかりました。はい、すべてはつながっています。リスナーのあなたに伝えたいのは、今日お伝えした資料の分析をどう受け止め、どう動くかはあなた次第だということです。そうですね。自分自身で判断することが大切です。ただ私たちは確実に歴史の転換点に立っています。間違いありません。今日私たちの生活の大部分が50キロの海峡と聞いたこともないナフサという物質のわずか20日分の在庫に依存していることが分かりました。はい。そこで最後にあなたに考えてみてほしいことがあります。何でしょもし物理的な資源がこれほどまでに無類なら、私たちが完全に依存している目に見えないインフラ、例えばクラウドサーバーや海底ケーブルはどうでしょうか？なるほど。それは鋭い視点ですね。あなたの生活を支えているまだ見ぬ次のナフサは何だと思いますか？日常の裏側にある前提を疑う素晴らしい問いだと思います。常に好奇心を持ち続けて、情報を自分の頭で触覚し続けること。それが本当に大切ですね。それでは次回の考察でまたお会いしましょう。